情報親方のトリセツ誰でも作れるでしょう。始まりました情報親方のトリセツ誰でも作れるでしょう。この動画ではトリセツを作るコツをご紹介します。いわばトリセツのトリセツ。親方、はい、この動画を見れば誰でもトリセツを作れるようになるんですよね。なります。やった。でもトリセツを作りたいみたいな人ってそんなにいるんですかね。結構いますね。そうなんですか。会社の上司からサービスのマニュアルを作れとか言われたりとか、業務のマニュアルを作れとか言われたりっていう人をよく聞きます。なるほど。ではそんな感じで困っているそこのあなた、この動画を見れば誰でも簡単にトリセツを作れるようになっちゃいますよ。今回は3回にわたってトリセツの作り方の基本を学ぶ動画となります。ところでゆいぴーさん、何でしょう。カップラーメンを作ったことありますか。作ったことあります。作れます。何それ。めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。オリジナルですか。オリジナルですね。正しく作っていますか。正しく、パッケージに書いてる作り方とか見て結構ちゃんと作ってると思うんですけどね。だからそういうのあるし、誰でも正しく作れるんじゃないかなと思います。カップラーメン。そうなんです。そこがトリセツの重要な役割なんです。なるほど。誰でも正しく作れる。はい。それじゃあ作っていきましょうか。はーい。あ、ここにポットが。そんなベタベタな展開ありますか。最近世の中にたくさんの商品やサービスありますよね。それの使い方をユーザーに伝えるのって実はすごく難しいんです。その使い方をユーザーに伝えるコミュニケーションツールが実は取扱説明書、通称トリセツです。今回はこのラーメンを使ってトリセツの制作に役立つ情報をお伝えします。そもそもトリセツの定義って何ですか。はい、何か行動を起こす時の手順であるとか内容を書いたものをマニュアルっていうんですけども、マニュアルの中でも製品とかサービスの使い方を中心に書いたものをトリセツと言います。じゃあトリセツをコミュニケーションツールと紹介したんですけれども、はい、これってどういう意味ですかね。トリセツ、取扱説明書は実は製品とかサービスを出している方のメーカーさんとかがこの商品はこういうふうに使ってほしいっていうのを思いを込めたものなんですね。でその思いをこう読んだユーザーの人が、あ、こんなことが使えるんかとか、なんか思った以上に面白いこととか良いことができたっていうふうなところを感じてもらうっていうところで、コミュニケーションが生まれるかなと考えています。ではトリセツは何のためにあるんでしょうか。はい、こちらをご覧ください。例えばカップラーメンの作り方だと、安全に簡単に美味しく食べてもらって、さらにそのラーメンのファンになってもらうというのがトリセツの役割なんです。つまりその製品の価値を提供するために作られています。なるほど。じゃあカップラーメンの作り方でいうと、安全っていった、ポイントはどういうことになりますか。カップラーメン作る時ってすごく熱いお湯を使うんで、それで怪我をしたりとかしないようにというのだとか、あとは、皆さんアレルギーとかをお持ちの方もらえるので、製品にどういうアレルギー源があるかというのを製品に表示したりということが行われています。なるほど。食品は結構代替にはね、アレルギー表記がされてますもんね。はい、なるほど。それでは、簡単の部分ですね。このポイントは何でしょうか。はい、例えば料理ができない人であっても、カップラーメンの作り方知らない人でもカップラーメンを作ることができるように作られています。トリセツを読むことでターゲットユーザー、この場合はラーメンを食べる人ですけども、その人が、製品やサービスを簡単に使えるということが重要になってきます。なるほど。私も料理が、大変苦手なんですけれどもそういった人でも簡単に作れるっていったところですね。そうですね。はい。で、美味しく食べていただいてファンになっていただくっていうのが大事ということですね。そうですね。はい。トリセツの作り方通りに作ることで美味しく食べられるという機能的な価値と、商品のファンになってもらうという完成価値もトリセツが持っている重要な役割です。なるほど。はい。ってことは、まさにコミュニケーションツールというわけですね。はい。はい。トリセツはユーザーとのコミュニケーションツールという意識を持って作ることが大切なんですね。
次はトリセツの制作フローをご紹介します。トリセツを作るには3つの制作段階があります。それは企画、設計、制作です。この動画では企画の部分をご紹介します。親方、はい、トリセツの制作フローを3つに分けたのはどうしてですか？はい、実はトリセツを作るとなった場合に、作ろうと思う人って意外といきなりパソコンを開けてしまったりであるとか、書き出したりしてしまったりっていうことがあるんですね。で、いきなり作ることから始めるっていうわけではなくて、どういうふうなものを作るのかとか、どういうふうに設計をするのかっていうのをまず決めないと良いトリセツはできない。しっかりとした準備というのが必要になっています。で、トリセツの作り方っていうのは実は料理に似ています。で、メニューを考えて、材料を揃えて、作り方をきちんと考えて、それから料理を始めると美味しい料理ができるっていうふうなのはお分かりだと思います。なるほどなるほど。そうですね、料理をいきなり作り始めるとなんか何ができるかわからないそうですよね私もよくあります。はい、なるほど。じゃあ今回はその企画についてご紹介します。それではこちらをご覧ください。まずは、企画に必要なこちらの4つのポイント。戦略、戦術、ユーザー、コストを紹介していただきましょう。親方、はい、まずはこちらの戦略ではどんなことを考えるんでしょうか？はい、これは一言で言うと、コンセプトです。製品やサービスを使うユーザーや使用状況に合わせてトリセツがどうあるべきか、つまりコンセプトを設計します。ユーザーにどういうふうなことを伝えるのかっていうふうなのを決めていくという過程です。とっても大事ですね。はい、なるほど。じゃあ次は戦術ですね。こちらはどんなことを考えるんでしょうか？コンセプトに従ってトリセツを具体的にどんな形で提供するのかを考えます。なるほどなるほど。では続いてユーザーですね。はい、こちらはどんなことを考えるんでしょうか？はい、製品とかサービスを作るときにユーザーさんがどういうふうなことをどういうふうな場面でどういうふうなことを考えてその商品を食べていくとか使っていくのかっていうふうなことを考えたときに、じゃあこうするっていうことが決まってくるんですよね。なるほど。それを製品の取扱説明書に組み込むというところです。では最後にコストですね。はい、こちらはどんなことを考えるんでしょうか？はい、トリセツ制作のコストには価格が明らかになっているものから見えにくいもの、見えないものもたくさんあります。なのでトリセツを作るコストにどんなものがあるかを意識しておいた方が良いです。なるほど。そうですね、お金がないとできないこと、そうですね、このお金でできることっていうのがありますので、そうですね。なるほど、ありがとうございます。企画をしっかり立てることで品質が上がることが分かりました。ではその企画をどのようにして考えていけばよいのでしょうか？次のコーナーでご紹介します。トリセツを作る上で考えなければいけないのが企画。この企画の質を上げる手法が 5W2H です。いつ、when、どこで、where、誰、who が何をする、what、マニュアル化、なぜ、why、どのように、how、コストをどのくらいかける、how much のか、一つ一つについて親方が解説します。親方、はい、5W2H にまとめたのはどうしてですか？はい、5W2H というのはですね、よく 5W1H は聞くと思うんですけども、実はトリセツはその製品の一部であったりするっていうことがあるんで、ハウマッチが無視できないんですよね。なるほど。なので 5W1H プラスハウマッチで 5W2H にしました。要素が分解しやすくなり、課題を見えやすく、わからないところも見つけやすくなります。トリセツを作る手法は難しいわけじゃないです。なるべく簡単に考えてほしいので分けてみました。ではこちらご覧ください。あれ、これさっき見たような気がするんですけど。はい、そうなんですよ。また登場しました。またこんにちは。はい。実はここの4つの丸のところに 5W2H というのがそれぞれはまってきます。へー、なるほど。関連したことなんですよね。
では早速戦略の部分、ここには何が当てはまりますでしょうか？はい、ここにはなぜというホワイが入ってきます。なぜ、ホワイっていうのは、ラーメンの場合ですとどんなことが当てはまりますでしょうか？はい、なぜというのは、なぜトリセツを作るのかという意味です。でつまりラーメンの場合は、安全に簡単に美味しく食べてもらうということになります。では続いて戦術の部分ですね。こちらはどの言葉が当てはまりますでしょうか？はい、戦術にはどのように How です。ここではユーザーが製品やサービスを使いやすくするためにどのようにトリセツを提供するかを考えます。例えば冊子にするか一枚物にするとか、あるいは電子マニュアルにするとかなどです。構成やビジュアル、用語や文章をどのように表現するかルールを決めたりします。ラーメンの場合ですと、はい、どんなことが当てはまりますか？ラーメンのパッケージって、面積が限られたりするんですけども、そういうところに、どういう情報をどのように当てはめていくかっていう風なところが考えられます。続いてはユーザーの部分です。こちらには、誰がいつどこで何をするというのが当てはめます。製品やサービスを使うユーザーがどのような体験をするかを考えていきます。そのためにペルソナ、つまり具体的なユーザー像を明確にする必要があります。そのペルソナに体験してほしい行動をいつどこで何をするのかを決めていきます。ユーザーが体験することを細かく分けるとこのイメージになります。例えばトリセツではよく体験する内容を時系列で表現します。準備してから後始末までがラーメンを体験する工程で、それぞれにいつどこで何をするかを考えます。手順が漏れなく可視化され、間違いが少なくユーザーの使い方に合ったトリセツに近づきます。では、コストの部分に行こうと思います。コストはもちろん先ほど言っていただきましたが、ハウマッチですよね。コストをどれくらいかけるのかっていったことかなと思うんですけれども、コストをどれくらいかけるかっていうのを定義する理由っていうのは何でしょうか？はい、商品の一部で言うならば部品の一部なんで、いくらで作るっていう制限が出てくるんですよね。その制限の中で先ほど出てきたコストを考えながら、あるべき形にするためにはどのぐらいコストをかけるかを考えていきます。コストを下げる場合は品質を下げないのはもちろんです。適切なコストでトリセツを設計していく、それがハウマッチのとても重要な部分なんです。さあ、そんなわけでお届けしてきた情報親方のトリセツ誰でも作れるでしょう。この動画ではトリセツを作るコツをご紹介しました。いわばトリセツのトリセツ、ご覧いただきありがとうございました。次回はトリセツの設計の仕方をご紹介します。では皆さんまたお会いしましょう。はい、それではここで告知です。私がやっているアイドルグループ、そんなあれじゃないです。